皆さん、こんにちは。セイラです。パリ短期移住のことについてご質問とかをありがたいことにいただいているので、動画でお答えしようと思います。パリで短期的に生活するにあたって住む場所はどういうふうに決めましたか？場所ですね。住む場所は探し方として単純に Booking.com みたいなホテルをたくさん一括で予約できるようなサイトで調べるっていうのと、Airbnb、日本でもみんな使ってると思うけど、そういう民泊、お部屋を借りるパターンっていうのが大きく2つあると思っていて、で、私の場合は結構直近にギリギリに行けるっていうことが決まったので、前もって予約みたいなのをしてなかったんですよ、場所のね。だから、Airb も、これもね、それこそ調べてみて分かったんだけど、結構パリの Airb の物件の回転が早くて、今日見つけて、このお家いいお家だなと思っても、次の日に見るともうそのお家が予約されてるみたいなことが結構あったよね。そう、2回ぐらいあったりとかしたりしたから、早くに予約できるんだったら Airbnb はすごく安いし、3ヶ月前ぐらいだね。少なくとも1ヶ月前ぐらいに。パリだと1ヶ月前でないかもしれないね。うちら1ヶ月前ぐらいだったよね。だからないかもしれないから、2ヶ月ぐらい前とかだったら Airb で探せると安くて、キッチンとかがついてるお家とかを借りれるから、その生活コストも全部外食にしなくていいっていうところでおすすめかなと思います。Booking.com とかで調べると、やっぱりどうしてもパリだと1泊1万円からとか、ドミトリーみたいな感じでみんなと共用で大丈夫ですっていう感じだったらもうちょっと安いところがあるんだけど、私はちょっと多分そういうね、人と一緒にいると疲れちゃうタイプだから泊まれないなっていうところで、Booking.com 系が厳しい、で Airbnb が間に合わないっていうところで、いろいろ探した結果、掲示板を見つけたんだよね。日本の日本人が使ってるパリの掲示板みたいなのが検索していただくと何個か出てくると思うんですけど、そこで例えば日本に短期的にお盆で帰るからその間にお家ちょっとだけ貸しますとか、そういう感じで直接やり取りができる掲示板で、そういうところでもお家を出してる人とかがいらっしゃって、でそれで予算に合うところを何件かリストアップして、でメールとかが書かれてたりとか、ここからお問い合わせくださいみたいな感じで書かれてたりするから、何件かお問い合わせしたらオーナーさんがすごく優しくて、事前にズームとかでお部屋を見せてくださったすごい優しいオーナーさんがいらっしゃって、でかつ私たちの予算にもあったので、そこで借りました。なのでまとめると、掲示板で探して借りましたって感じだね。選ぶ時の基準を注意するところはありますか？選ぶ時の基準と注意するところは、何があるかな。パリの治安の悪い区域をさ。確かにそうだね。一番最初はやっぱり治安が大事なので、パリ治安とかで検索していただくと、何区が危険とか、ちょっと危ないですみたいなのがわかると思うので、私たちはその安全って言われる区域のところから探したので、今借りてるのは15区になります。そこは一応安全って言われてるところです。北の方とかが移民が多かったりとか、あとは逆に、めっちゃど真ん中の観光地帯も、スリとかが多かったりするから、危ないって言われてはいる。東も北と東だね、だから。が危ないって言われてたりするから、そこは多分避けた方がいい。なので、パリの地図を見て安全な場所を選んだ方がいいと思います。で、私の場合はもともと旅行の時は1週間ぐらいしか入れない時は、逆にど真ん中の観光地みたいなところに泊まって時短してたんですけど、今回は暮らすっていうことを体験するので、ちょっと長めに滞在するっていうことだったので、中国の方のアパルトマンを借りてます。注意することその2としては、私はオンラインで日本の仕事を継続する形で行っているので、なのでやっぱりネット環境が一番大事だったので、お家借りる時にもネットの Wi-Fi 速度とかをスピードテストっていうサイトとかで調べてもらって、Wi-Fi 速度が大丈夫かとかはチェックしました。あとは、お水とかも出るかどうかとか、お湯がどのぐらい出るかどうかとか、駅からのアクセス
とかはチェックした方がいいかなと思うんですけど、まあ大きく治安がすごい悪いところとかじゃなければ安全に暮らせるかなと思います。選ぶ基準のおしゃれさとかは話し忘れてた。私はもともと候補として日本で住んでたお家よりもちょっと高いところで、でもすごいお家の中のインテリアが可愛くて、本当にホテルみたいな場所、ホテルじゃないね、スタジオみたいな場所でを借りるかどうかか、もしくはちょっと安いんだけどその分他の旅行とか他のものにお金を使えるかどうかっていう2択で迷った時に、ちょっといろんなパリ以外の場所とか旅行もしたかったので、今回は結構ミニマムの予算で小さいお部屋を借りてます。賃貸を直接借りることは難しいですか？賃貸を直接借りれるかどうかはわかんない。でも多分そもそも1ヶ月とかだと貸してもらえないと思う。っていうのと、こういうアパルトマンを借りるのも1ヶ月からっていう感じのところが多かったので、ちょっと 2,3 週間とかだとやっぱりどうしてもホテル系かアパルトマンでもちょっと割高とかの物件になっちゃうかもしれないですね。フランス語はどのぐらい使いますか？フランス語は話せません。フランス語は大学の授業で一応履修してたんですけども、大学卒業して何年も経ってほぼ忘れちゃってて、なんですけどパリの人はすごい優しいから、優しいというか基本的に英語で喋ってくれるところが多いです。でマルシェとかに行くとやっぱりちょっと英語があんまり得意じゃないからフランス語でみたいな人とかもいるんですけど、マルシェで買い物するぐらいだったらこれくださいとか、これとかっていうのさえ言えればなんか買えるっちゃ買えるから、なんかそのレベルの生活をするとかだったら特にベーシックなフランス語、なんかボンジュールとかなんかオーバーとかバイバイみたいなこと、ありがとうみたいなこととかが言えたら大丈夫そう。で逆になんかフランス語をたくさん喋れるとかっていうよりも、なんかそれこそ日本との違いとしてお店に入ったら必ず店員さんに挨拶するとか、出ていく時もありがとうってとかじゃあねみたいな感じで言いながら出ていくみたいな、そういうフランスの文化とかがあったりして、そういうことをやることの方が大事、ちゃんと対応してもらえるかなと思うので、ペラペラ喋れるとかよりもそういう文化の理解とかの方が大事なのかなって思ったりしてます。挨拶は英語じゃなくてフランス語。そうだね。だからフランス語が話せなくても挨拶はフランス語で言ったりとか、うちらが最初に覚えたのはパーカルテシルブプレっていうなんか決済の時にクレジットカードでお願いしますっていう言葉だけ最初に覚えたよね。そう。だからボンジュールとか言って、でこれお願いしますみたいな感じでやって、そしたらなんかいくらいくらですって言われるから、そしたらパーカルテシルブプレって言ったらはいとか言って設定してくれるから、そしたら一旦スーパー的なところは乗り越えられるよね。そこからなんかより喋りかけられたりとかしたら、ごめんなさい英語しか喋れませんって言ってます。現状はもうちょっとね踏み込んでフランス人と仲良くなりたいとか働いてみたいとかだったらもちろん言語必要だと思うので、私も今ねちょっとアプリとかで勉強中って感じなんですけど、現状そういう短期でちょっとお試しで住んでみたいっていう私みたいな人にとってはギリギリ生きていけてるって感じかな。どんな仕事をしたらパリで生活できますか？仕事編ですね。仕事編でいくと考え方として大きく2つあるかなっていうふうに思っていて、1つ目がワーホリとかを使って現地の仕事をするっていうのと、もう1つが日本の仕事を継続する、今ある仕事かなを継続するっていう2つの考え方があるかなと思っていて、それこそ例えば本当にまだやりたいことが決まってませんとか、とにかくパリで仕事してみたいとか働いてみたいとかっていう方だったらワーホリとかを活用すると良いのかなっていうふうに思います。で、私の場合は今現状 SNS 系のお仕事とかを、現状今小さい会社ですけど自分でお仕事をしていたりするので、私の拙いフランス語でワーホリでこれからゼロから稼ぐぞみたいな感じよりも、
今あるお仕事を継続するっていう方がまとまったお金になるかなっていうところで考えたので、今は日本の仕事を継続する形でそのままパリに来てます。で、私の仕事が何かっていうと、もともと自分でインスタグラムでメディアとかをやっているのが好きだったりしていて、発信とかがもともとずっと好きなんですけど、で、もともと1社目もインターネット広告代理店っていう感じでデジタル系の仕事をずっとしているので、その知見をもとにオンラインで完結できる仕事っていう形式にしていて、今それこそ契約形態も基本的にオンラインでのミーティングもオンラインですっていう形にしているので、クライアントさんにご迷惑をかけない形で日本の仕事をしております。ただ時々日本の現場に行ってほしいとか、このイベントのライブ配信手伝ってほしいとかっていう案件があったりしていて、そういうのはありがたいことに日本で一緒に手伝ってくれてるメンバーが協力してくれてるっていう感じなので、そう、私もちょっとまだ完全にオンラインになりきれてないので、まだちょっと手探り状態ではあるんですけど、でもあれだね、コロナのおかげでありがたいことによりオンライン化が進んだので、そのおかげでも来れてるっていうのもあるかなと思います。そんな感じで、ちょっと今回はパリ短期移住入門編っていう感じで、暮らしを実際にしてみる、1ヶ月してみてどうだったかっていうところでレビューをまとめてみました。その思いのほか、パリにだけじゃないんですけど、短期移住してみたいですっていう感じの声が SNS を通していただいてて、みんな意外と興味あったんだっていうので、嬉しい感じなので、もしなんかいつかやってみたいなっていう方がいたら参考にしていただけると嬉しいです。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。